こんにちは、ずんこです。オカルトレジリエンスチャンネルを始めます。今回ご紹介するスレッドはこちらです。山にまつわる怖い不思議な話パート75。久しぶりの山子忘れです。私自身が山育ちなので山子は話は好きなんですよね。それでは始めましょう。いつの時代もそこにある異界、山。知られざる深山、身近な里山、神社仏閣のお山。あるいは昔、山や丘だった場所。山にまつわる怪談奇談を語っていきましょう。子供の頃、明け方のまだ薄暗い時刻に、500メートルほど先の山を登っていく、鳥居のシルエットを見た時は怖かったなぁ。空気がこれでもかってくらいに重くて、まるで、冷えたオロナイン軟膏の中にいるみたいだった。しかもそれだけ離れてるってのに、向こうは俺のことを認識してるらしくて、ものすごい威圧感を送ってくるんだよ。みんな、身の程は決めろ。プレイモノね、腕ろ。みたいな、感情がこもってるやつを。で、俺もできればそうしたかったんだけど、いかんせん恐怖のあまり、膝はガクガクでおしっこはダダ漏れ。目の閉じ方もわかんなくて、涙ボロボロ流しながら、はわわわわ、はわー、みたいな音が口から漏れるばかり。そんな、身体極まった俺の様子に向こうも気づいたらしく。仕方ねえな。まあいいか。ほっとけ。みたいな感じに視線が弱まり、鳥居のシルエットは、山を越えて見えなくなった。空気の重みも、いつの間にかなくなっていた。それから何年か経って、ブチ切れたドンフライを生で見る機会があったんだが、あれに比べたら可愛いもんだと思った。文章が拙いですが、書かせていただきます。いつだったかすら思い出せない、遠い記憶の中の話です。自身のことなのに、子供の時の記憶なのか、最近なのか、夢なのか、それすらも曖昧なんです。けれどリアルで、今にも鮮明に思い出せる、不思議な記憶です。私は誰かと山を歩いています。祖父でしょうか。そして、その人を置いて、私は大きな池のような場所で、水中を眺めています。すると私の元に、とても大きな鯉のようなものがやってきました。その鯉はとても大きく、体色が金色と緑でした。不気味なのですが、同時に神々しい印象も受けました。それは私を見ているようでした。この話を中学生の時に祖父に話したのですが、どうやら覚えていないようでした。祖父の家の裏手は大きな山で、私はそこだと思い込んでいるだけなのかもしれません。祖父は、その声は、〇〇様かもしれないな、と言っていました。名前は失念しましたが、それは様々な動物の形を借りて、山を徘徊しているようです。目的はわかりません。人が不幸になったり幸せになったりといった、言い伝えなどもないそうです。わかっていることは、目撃例が割とある。その動物はとても大きくなり、体色が鮮やか。そして、人と接触すると、じっと観察してくるようです。俺の母親が子供の頃、1キロほど離れた、氷川神社、でよく遊んでいた。母はその神社の氏子だったので、宮司とも顔見知りで、近所の公園なんかに行くよりも、神社の方が安心できたようだ。秋口の日の短くなる頃だった。数人の友達と、いつものように散々遊んでいたが、暗くなってきたので帰ろうということになり、みんなで石段を降りて、下の道路に出たのだが、母だけは、なんだか遊び足りない気がして、一人だけ別れて神社に戻った。戻ったものの、友達はいないし所在なく、もうかなり薄暗くなった。社殿の周りをぐるっと回って、社殿の裏に差し掛かった時だった。母は硬直し、一歩も進めなくなった。暗い杉の茂る、社殿の裏一面に、無数の白い腕が生えて、まるでススキが風になびくように、母を招いていたのだ。それが半透明だったのも、母は覚えているという。母はそれがなぜか、宮司の腕だと感じた。母はそれっきり、どんなに誘われても神社に行かなくなった。もちろん、氏子の特典である、祭りの太鼓も叩かなくなった。母は霊感があるので、その宮司に何かダークな部分があり、それを象徴的に見たのだろう。
俺もその氷川神社を知っているが、2度も不審火を出し、その度になぜか、焼け太り、になっている。かなり以前親父に、山で、片手片足固めの、顔がすごく大きな女を見たら逃げろ。あれは、どこの山でも出る。普通の人間は絶対にかなわない。下手に関わると、死ぬ時が来る、と言われた。詳しく聞けばよかったんだが、親父は死んでしまったので、その女が一体何なのかはわからない。どこの山だったか忘れたけど、確か、日光白根山あたりに単独で登った人の話。その人が下山していると、向こうの方に、女3人のパーティーが、同じ登山道を下っているのが見えた。しかし、ちょっと奇妙だったのは、その3人が同じ服を着ていて、同じズボンを履き、同じリュックを背負って、同じスカーフを頭に巻いていたことだった。そしてその3人は、互いの距離を保ったまま、猛烈なスピードで下山していって、足には自信があるその人が、興味に思い後を追いかけたが、あっという間に引き離されて、見えなくなってしまった。登山仲間に聞いても、そんな連中は見たことがないそうだし、あれが何だったのか、今でもわからない。日光の白根山は、深夜に山小屋の外にある鐘が、1回だけ鳴るとか、いろいろな話があるらしいな。ムカデかタヌキかキツネかどうかわからんけど、日光白根山では、夜間登山者を間違った方向に誘導したりする。怪人物がよく現れるそうだ。そいつの後についていったら、危うく遭難しかけた、というやつだな。山梨で思い出したが、東京都から山梨に抜ける道で、和田峠、というのがある。ネットなんかで昔、何か出る、と噂になった峠だが、知人のおばさんが、奇妙な体験をした。おばさんの旦那は釣りが趣味で、あちこちに出かける。二人はとても仲がいいので、おばさんも大抵一緒に行く。和田峠も何度か通った。だが、おばさんに言わせると、和田峠はなんか怖い。東京から山梨側に行くときはまだしも、帰りがものすごく気味悪い。窓を開けてあるときなんか、いっつも閉めるのよ。何か入ってくる気がするの。その日も山梨で釣りをし、深夜になってから和田峠を通った。ああ、もうすぐ峠だなぁ、と思いながらふと外を見ると、何やら青っぽい光が、木々の間でチラチラしてる。釣り人かしら、と思い、目をそらしたが、車で走っているのに、いつまで経ってもその光が前方にいる。ちょっと気味が悪くなり、旦那に、お父さん、懐中電灯の明かりかしら？ずっと一緒に来てる、と言うと、わかってる。ありゃ、人の明かりじゃないよ、と言われた。そういえば、明かりが次第に増えている。前にも後ろにも、車を取り囲むように迫ってきている気がする。お父さん、もっとスピード上げて。おばさんはもう気味が悪くて、青い光を見ないように、目を閉じていたそうだ。峠を越えてる時間がものすごく長く感じて、早く、早く、と念じ続けた。突然、車が下りに入ったのが分かった。峠を越えたんだ、と思い目を開けると、間違いなく、東京側に入って、山道を下っている。こわごわ周りを見回したが、あの光はもうなく、黒々した木々の間には、何も見えなかった。ほっとした時初めて、冷や汗をかいていたことに気づいたそうだ。よく言うプラズマとかには見えなかったよ。なんか生きてるような。と、おばさんは言ってたが、正体は何だったのかな。いかがでしたか？今回の山子忘れは登山中の話より、生活圏にある山での怖い話が多くて、とても興味深かったですね。山への恐怖は人を引きつける、癖になる中毒性がありますね。今回の動画はここまでとします。次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。